これね、何がすごいって包丁使わないでできるんですよ。もう鍋に放り込んでいくだけなのでものすごく簡単なんです。フライパンを火にかけてオリーブオイルをね大さじ1ぐらい、ちょっと多いかなぐらい入れた方が後々美味しくなります。熱くならないうちに鶏肉入れていきます。なんでかっていうと、熱くしちゃうとさ油跳ねするじゃない。もうせっかく包丁使わないんだから台所も汚したくないんですよ。今日は皮目を下にしてもう蓋してしまう。油跳ねしてないように。でね、使うのはトマト缶でしょ。もうカットしてあるタイプ。白いんげん豆の水煮。これ紙パックだけど容量はこの缶詰と一緒なんですよ。であとはフライドオニオン、玉ねぎ入れた方がもちろん美味しいんだけど、生の玉ねぎ入れようと思ったら包丁で切らなきゃいけないじゃない。なんでもうこのフライドオニオン使っていきます。ではね、一回火止めます。ここに缶詰入れていくんだけど、今蓋開けるとさまだ油が跳ねるじゃない。ただ油が落ち着くまでこのまま待ってから蓋を開けようと思います。でこれをもう汁ごとドサーッと入れていきます。そこにフライドオニオンを大さじ3、大体でいいですよ。トマトの水煮缶をドバーッと入れて、砂糖が入ることでトマトのその酸味というか角が取れてまろやかで美味しくなるんです。軽く混ぜてあげましょうか。こうやってソースいってきたら火をちょっと弱めます。ポコポコってところどころいってるぐらい。これ以上火強くするとさトマトが跳ねてまた台所汚れるじゃん。今日はもう絶対に台所を汚したくない。で途中で鶏肉ひっくり返したりだとか混ぜたりする必要ないんで、これも15分放置で大丈夫です。はい、でこれが15分経ったところね、途中かき混ぜたり何もしなかったけどこんな感じになってます。このまま火を止めて一旦冷ますので、その間に水分もだいぶ蒸発するんでね、こういう煮物ってさ冷めていく間に味が染み込むし味もまろやかになるし、出来たてじゃなくて一回冷ましたいんですよね。で蓋はせずに一旦冷めるまで放置しておきます。はい、一回冷めた状態ね、こんな感じで水分も飛んでちょっととろっとしてきてるでしょ。でこの段階で肉をカットするんです。で今日はもう包丁使いたくないのでハサミでキッチンバサミでこのままいきます。で丸のまま焼くのが何がいいかっていうとふっくら仕上がるんですよ。ほらなんか身が縮まなくて柔らかくふっくらジューシーに仕上がるので、これ最初から小さく切っちゃうとこういう風にはならないんでね、身がもうちょっと縮むじゃない。で身縮みがしないっていう利点もあるんですよね。で切れたらもう一回温め直します。食べる前にね。で強火で一気に温めると美味しくないので弱めの中火ぐらいでゆっくりと肉まで温められるように火を入れていきます。食べた後に口の中にガーリックの香りが残らない、ほんのりと香るガーリックトーストを作っていきます。
まずはねガーリックの香りをオリーブオイルに移していくんだけど、ラップでこうやってくるんで、これさオリーブオイルの瓶で何でもいいんだけど、これでこんな感じで潰していきます。そしたら火をつける前にガーリックをもう薄皮ついたままでいいので、ここにポンと入れます。そこそこいい年だから、あんまり油分を大量には摂取したくないじゃない。今日のはもうギリギリの油の量でガーリックトーストを作っていきます。あっさりしてね、胃もたれしないし美味しいと思いますよ。でこのまま火にかけてもオイルがビャーっと広がっちゃうので、フライパンを傾けたいんですよ。どうするかというと、このお玉をこの辺に置いてあげて、ちゃんと安定するか確認してね、まあ安全には十分に気を使ってください。で火にかける。火はねもう一番弱いのでいいんですよ。でこのまましばらく放置だね。で絶対に焦がしたくないので弱火でゆっくり火を入れていきます。しばらく放置しておくともう薄皮勝手に剥がれてくるので、そういった箸でちょっと取ってあげます。ね、きれいに取るでしょ。でこれは取り除いて、でこのままもうちょっと香りを引き出していきます。青くなってる芽とかあればここで取り除いていいかもしれませんね。これを木のここに入れたまんま火を止めて、もうちょっと香りを移していきましょうか。でこの香りを移してる間にプラスパン切っていきましょう。ちょっとバゲットっぽい感じでね、バゲットなのか、商品名バゲットだったね。めちゃくちゃ本格的な、もっと細いカリカリではない、なんか程よい感じのバゲットだね。でこれちょっとね端っこだけ安定のために切り落とします。さらに半分でね、切れ目を十字に入れていきます。こうもう下ギリギリ残してて、下の方まで、あ、ちょっと切りすぎたバラバラにならない程度に、でも下の方まで入れていきます。なんでかっていうと単純に食べやすいんですよ。これさ、こうポンって出されるじゃない。手でこうやってこのぐらい4分の1ぐらいに切ってちぎって食べると女性も美しく食べれるでしょ。前ね、昔料理のアシスタントやってた時に先生がやっぱり食べやすさをいつもうるさくおっしゃる方だったんですよ。女性が食べにくいような料理は作るなって。千切りする時も長さは4センチ、それが女性が口にきれいに入れられるギリギリの長さだって教わって、それ以来4センチにしてます。私もすごいこんな感じね。でこうしたらフライパンでこの面とこの面焼いていくんですよ。そうするとここはフライパンに接触しないので焼けないのね。でここちょっとカリッとさせたいじゃない。なのでオーブントースターで、2、3分ちょっとパリッとする程度に焼いていきます。ポイッと入れます。あんまり強いと焦げちゃうんでね、弱めの中火ぐらいでいいと思います。ほら、こういう焼き色がつくんですよ。でフライパンにまだかすかにオイル残ってるでしょ、このぐらいで大丈夫です。で反対側もほんの少しだけオイルを吸わせて、で残ったオイルをちょっとこうフライパン傾けてまんべんなく全てのパンに吸わせながら、そして刻んだパセリをこっち側にちょっとこう乗せてあげる。ちょっとこう注文してあげて、中にパセリが入っていい感じなんですよ。この状態で置いといてトースターで本当に1分ぐらい温
炒め直してあげると美味しいと思います。これから塩もみするんだけど、きゅうり1本に対して小さじ4分の1ぐらい。今日は3本使うので4分の3か。もう半分かな。長さは2等分にします。もう崩してドレッシングのようにしたいので、結構触って柔らかいぐらい完熟のやつ。今日は割と大きな大玉を用意しました。でここにボウルにスプーンですくって入れていきます。で汁が出てきてもいいようにボウルの上でね、適当に。まあ入れないなら入れないでもいいんだけど、ちょっと入れてあげて、油っ気があった方がね美味しいと思います。そして同量のすし酢小さじ2。すし酢ってもう味が決まってるからさ、酢の物にも使えて便利だなと思うんで、馴染んだらもう出来上がりです。何からなんだろう。おいしい？これはさ、我ながらこれだけの手抜きをよく考えたなって思う。キュウリのキウイあえ。味の想像をつかむ。美味しいです。美味しい？予想以上に美味しい。ちょっとどんなんだろうって疑いながら食べた。キウイとかさ、南国の果物、そんなに俺子供の頃なかったのよ。で福岡の小学校7年生の時かな、親に連れられてロイヤルホストに行った時に、
プリンアラモードか何かを頼んだら、キウイが一切れ乗ってたんだよね。ものすごく感動したのを覚えてる。それからしばらくしてさ、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだねって歌がヒットしたの知ってる？知らない？わからない。歌のタイトルだよ。君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。そういう歌が作られるぐらい、なんだろう、当時はまだそういう南国のフルーツって珍しいものだった。知らないか。ちょっと歌おうかと思ったけどやめとくわ。誰が歌ってたの？中原芽子さん、名前合ってるかな。ガーリックトーストちょっと冷えちゃったけど食べてみて。こうさ、そうなんで、すごいほんまに中までじわじわしてないんだよね。ですね。ちょっとだけじわっとした感じ。もっとじわっとしたのがお好みだったら、オリーブオイルなりバターなり増やしたらいいと思うけどね。倍以上入れても全然いいと思うけど、こうやってなんか広がっていくの。とりあえずはそこを超えるのが目的。美味しかったね。よかったです。じゃあごちそうさまでした。